でリゾットの最大の特徴は洗わないで直接フライパンに入れます。ここから初めてトマト入れます。これでチーズが溶けてリゾットが乳化した状態です。はい、こんにちは、シェフのほうゆうです。今日はトマトリゾットを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。米、カットトマト缶、パルメザンチーズ、バター、オレガノ、塩、オリーブオイル、水です。はい、それでは今日は久々のリゾットの回です。リゾット料理っていうのはリゾットを作ったことがない方からすると出汁を引かなきゃいけなかったりとか、やっぱりハードルが上がってとても難しいってイメージがあるんじゃないでしょうか。で今日作っていく方法は、僕がここ数年ですね、イタリア現地の星付きレストランの現場で実際にイタリア人の方とかが作っていた作り方で、出汁を取らないで水でやるっていう方法で、とてもですね手軽に作れるんですが、とっても美味しいリゾットの作り方です。で今日はですね、早速トマトリゾットのベーシックな作り方を踏まえてやっていきたいと思います。はい、まずは今日使っていくリゾットの米です。でイタリアではこれのことをカルナローリ米といって、リゾットで使用する米です。で特徴なのは、日本のものと比べると粒が大きくて粘りが出づらくて硬いので、だしで炊いていくようなお料理に適していると言われています。でこっちが日本米なんですけど、日本米でリゾットを炊く場合は粘りが少ない品種を使うことがポイントです。で個人的にリゾットと相性のいいと思っている日本米は北海道の七つ星とかつや姫が作りやすいのかなと思います。でこれ実際に大きさ比べてみてるんですけど、こっちがイタリア米カルナローリ米で、こっちが七つ星の米です。で今日使っていくリゾットのお水です。これを入れて温めておきます。で次はトマトです。で今日はカットトマト缶のトマトを使っていきます。なので本当にお好みのホールトマトでもいいですし、生のトマトでもいいですし、おすすめなのはカットトマトかトマトピューレとかですね。で今日の料理はもう本当にシンプルです。お米の美味しさとトマトのうまみとチーズのうまみで作っていくシンプルなものなので、そういうものだからこそ、このトマトの中にまず塩 2g ぐらい入れて、もうすでにここで下味入れとく。そうするとこのトマトも塩が入るだけでぐっとうまみが今ここで上がるので、これを徐々にリゾットに入れていくだけで本当に美味しくなるので、最初の塩忘れないでください。はい、それではリゾット加熱していきます。でリゾットの最大の特徴は、まずこのお米洗わないで直接フライパンに入れます。まだ火はついてないです。でここにイタリアのやり方だと、岩塩がよくて、岩塩を一緒にこの米と入れて、でここから加熱です。弱火から中火ぐらいでじっくりとこのお米と塩の温度を上げて、から入りしていきます。でから入りしていくとですね、お米とこの塩もローストすることによって塩の香りが出るので、最初にここでしっかりとから入りをします。で次の工程に進む目安は、お米触った時にしっかり熱くなっていること、そしてお米の香りが立つんですね。そこまでいったらもう今いい香りがします。ここでオリーブオイルです。で通常のイタリア料理店、イタリアンのリゾットの作り方って9割方が最初オリーブオイル入れて玉ねぎのみじん切りを炒めるという工程をするんですが、これはもう本当に好みの問題です。玉ねぎの甘みを入れたかったらここで入れればもちろんいいですし、っていう場合はオリーブオイル最初に入れて玉ねぎを炒めた後米を入れます。で米を炒めてっていうやり方をするんですが、今日はスタンダードなイタリアの作り方をするのでこのやり方です。オリーブオイルが入ったら、このオリーブオイルを米一つ一つにまとわせるイメージ、コーティングします。でこのオリーブオイルが入る意味は、この後ですね、熱々のお水が入っていくので、その熱々のお水が入ると米が割れてしまう恐れがあるので、オリーブオイルでコーティングするという意味と、これはリゾットはあくまでもイタリア料理なので、イタリアの香りを入れるという意味でオリーブオイルが入ってます。
でオイルを絡めて加熱していくと、今このシュワーって音鳴ってると思います。この音が鳴ってると今もう米がですね温度が上がった証拠なので、そこまでいったらこの温めたお水入れてきます。でお水が入ったら少しこの沸いてる状態をキープして14分加熱をしていくのが基本です。でこのリゾットは、1人前で作ってるので 60g の生米に対してだいたい8倍ぐらいのお水を用意しておけばちょうど炊き上がりぐらいになるので、これぐらいの沸いた状態をキープしつつ、かさが減ってきたらその都度この水を足しながらお米に火を入れていくという工程なので、実は全然難しくないんですね。なので14分炊いている間の残りの4分ぐらいまではリゾットもこのままです。ほとんどもう何もしなくて大丈夫で、重要なのは仕上げの段階なので、もうそれまでは基本放置で大丈夫と考えていて大丈夫です。あとは炊いていってる時にですね、イタリア米だと粘りが出づらいので、よく現地とかも行くとみんなシェフたちぐる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 リゾット回すんですね。回しても粘りが出ないから仕上がりは変わらないんですが、日本米でリゾットを作る場合だとイタリア米と違ってものすごい粘りが出るので、日本米でやる場合はもう仕上げの混ぜ合わせるマンテカーレするまではもうほぼ触らないっていうのが基本的な作り方です。でこの状態で残りの 4,5 分ぐらいまでゆっくりと炊いていきます。はい、それではチーズ吸っていきます。で今日使っていくチーズはパルミジャーノ・レッジャーノチーズです。今日は、鶏だしとか野菜だしとかだしの風味が入らないですごいシンプルな水でやっていくので、チーズもちょっと濃厚な風味が強いチーズを使ってます。でこれはもちろん粉チーズで代用してやっていただいても大丈夫です。はい、それではあと4分で炊き上がりになってきました。徐々にですね、お米が炊けてきてちょっととろっとしてきました。で液体も少しまだ残っている状態です。ここから初めてトマト入れます。でトマトを入れて、で残り4分加熱していきます。でここで今トマトのうまみと香りが入りました。でトマトと相性のいい乾燥のオレガノです。これ普通にフレッシュじゃなくて乾燥で大丈夫です。乾燥オレガノで軽く沸いた状態で仕上げていきます。で4分前ぐらいでこのトマトとオレガノを入れていったと思うんですけど、イタリアの基本的なリゾットの作り方は香りものは最後です。最初からトマトを入れてしまうと煮詰まって香りが飛んでしまうので、最後の方にどんどん足していくっていう工程を入れていくのがイタリアの基本的なリゾットの作り方です。で米がですねもうちょっとあと1分ぐらいなんですけど炊き上がってきたら、最後に火を止めてチーズとバターで乳化をして仕上げるという形です。もちろんですね今日は本当にベーシックな作り方なので、これに具材入れたいって方はきのこ入れたりですね、ベーコン入れたり好きなやり方でやってみてください。はい、それでは今14分炊き上がりです。で1回味見をします。味を見て、で、カルナローリ米はイタリア人にとっては14分ジャストなんですけど、日本人にとってはちょっと硬いです。なのでカルナローリ米の場合はプラス2分ぐらいがいいのかなと思います。でも日本米の場合は粒が小さいので、14分でも美味しいっていう感じる方が多い印象です。で味もとても美味しかったので最後仕上げに入っていきます。で仕上げ入る時リゾットとても大事です。今もうこのまま仕上げてもなんかもう出来上がりな感じがするんですが、ここからチーズとバターを入れてうまみと油脂を足していくのでちょっと水分量が足りない
このままだとボテボテの重たいリゾットになってしまうので、最後仕上げの水分量がとても大事です。ここで水分ちょっと足しました。余力を残すことが大事なので、今ここでちょっと水分を入れて、もう一回再度貸します。これぐらいの余力が残ってる、ボテボテに水分が飛んでない状態で火を止めます。そしてトマトがベースなので、もちろんオリーブオイルでもいいですけど、今日はバターです。バターと 20g ぐらいとすりおろしたチーズ、これで火が止まった状態で素早く混ぜ合わせていきます。混ぜ合わし、やらなくてもいいですけど、プロの人はこうやって煽ります。でこれをマンテカーレといって、空気を含ませながらこのチーズとバターを乳化させていく。これでチーズが溶けて、このとろっとした状態、これがリゾットが乳化した状態です。でこのままもちろん盛り付けてもいいんですが、イタリアだとここから1分ぐらいですね、この状態で休ませることによって米からもちょっとでんぷん質が出るので、より盛り付けがしやすくなるので、ちょっと置いてから盛り付けに入っていきます。で最後にちょっとお皿の縁を叩いて平らにして、はい、これでトマトリゾットの完成です。はい、それではいただきます。もうザ・イタリアのトマトリゾットって感じですね。とても美味しいです。で今日はだしじゃなくて水を使ったので、味気ないんじゃないのって思われる方多いかもしれないんですけど、逆にだしも使わない、玉ねぎの甘みも入らないっていう引き算の料理をするとですね、トマトとチーズのうまみが入っているので、もうそれだけで料理的にはとても美味しいですし、そこにちょっとしたオレガノの香りとかも入っているので、何の料理かっていうのが分かりやすくなるんですね。だから逆に潔いシンプルさというか、とにかく洗練されて美味しいイメージがありますね。で先ほども動画の中で言ったんですけど、今日は基本的な作り方だったので、これにキノコ入れたりベーコン入れたりっていうことももちろん OK で、魚介入れても美味しいですし、作り方、基本的な作り方は玉ねぎ最初にオリーブオイルと一緒に炒める時に具材も一緒に入れて、その後お米を入れてっていう工程でやってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのトマトリゾットなんですけど、イタリア料理の神髄的な基本になっているので、ポイントを押さえてぜひ作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。